はいどうも、ストックロックです。今日は電動昇降式のテーブルを買いましたので紹介していきたいと思います。で、今回ね、足だけ買ったので実際には足を組み立てて、その上にね、この天板これを乗せてテーブルが完成すると、そういう形になってますんで、ちょっとね作業が伴うんですよね。そんなにね足の組み立ては難しくないと思うんで、あと天板乗せて固定するだけっていうね簡単な作業かなと思うんですけど、どうして冬になると環境を整えたくなるんでしょうね。なんかこの時期には必ずそういう系をやってるような気がするんですけど、今回はこの作業部屋ではなくて動画を編集してる部屋ですね。こちらの方に電動昇降デスクを設置してみたいと思います。片付けてるところね皆さんにお見せしても全く面白くないと思うんで、要所要所で撮影して実際に Amazon で買った電動昇降デスクの足、これのレビューも兼ねてご紹介していきたいなと思います。できれば最後の完成までお付き合いいただけると幸いでございます。それでは行ってみよう。今回作る電動昇降デスクを設置する場所はここですね。ここのテーブルをそのまんま取り替えて立った状態で編集できるような環境を整えていきたいと思います。はい、とりあえず今既存のテーブルを取り外しました。ちょっと配線ダラダラしてて綺麗にはなってないんだけど、この状態でここで組み立てていこうと思います。はい、今日の物はねこいつですね。これなんて読むんだろうね。メイドサイトでいいのかな、違うのかな。スマートワーク健康的な生活って書いてますね。で、結構ね箱は重いです。ではね開封していきます。はい、来ましたね。はい、今日買ったのはこんなのですね。電動昇降式デスク、こういう足だけで天板は自分で用意して乗っけて使うと。で、これをまず組み立てます。簡単だと思うけどね。おお、結構重てえ。すげえしっかりしてますね。何キロあんだろうこれ。そりゃ重いよね箱。あ、これがスイッチの部分かな。ここを押して、電動で上げ下げができると。4パターンね好きな高さにセットしておくことができて、ボタンを押すとその高さに移動するみたいですね。いや、もうパーツ結構多いな思ったより。よいしょ。これがメインの天板が乗っかるフレームかな。はい、とりあえずね組み立てが完了しました。もう次の工程は天板を止める工程みたいなので、天板を作って持ってきます。はい、それではね天板を切っていきたいと思います。長さはね2100で切りたいと思います。一応ね幅はね60センチありますね。ちょい気持ち長めにしようかな。よし。ちょっと幅が広いんで両方から切りますね。で、次はねテーブルの前面ですね。前になる部分だけ面を取りたいんですけど、ここでどっちを表にするか決めなきゃならないね。なるべく綺麗な方と思っているんだが、いっか、このままひっくり返すのめんどくさいんで、このまま自分側ですね、こっち側を面取りします。よし、完璧。これで若干手をついても痛くないと思うんで OK かなと思います。軽くじゃあサンディングして、こっち思いっきり傷入ってたな。逆にすればよかった。いいか。よし、じゃあこの状態でちょっと軽くサンディングをかけて塗装していきたいと思います。塗料はねいつものこれですね。ウッドラブオイルステインウォルナット、これで仕上げたいと思います。で、本当はテーブルなんでニス塗った方がいいと思うんですけど、僕の場合は塗りません。水滴こぼれるとちょっとシミになっちゃうけどね、そこまで気にしないので。結構ムラになりそうだな。難しいな。もう疲れてきた。すげえムラのある感じ。これはこれでいいでしょう。疲れた。一応ね色塗り終わりました。あとは部屋の方に戻ってこの天板を足にね取り付けたいと思います。天板を止めていきます。もうねまだ塗料が乾いてないんでペットシーツを下に引いてます。こうだ。これが電源 M2、 これだな。とリモコン挿して終わりだ。 OK。最後に配線のカバーを取り付けますと。
これ止まんないじゃん。そりゃねえだろ。これどうやら、1m80 まで幅を広げれるみたいなんだけど、そこまでやっちゃうとこの配線カバーですね、これが付けられなくなります。届かないです。なので多分それ用に説明書についてないこのケーブルホルダーがついてるんだと思います。今回はねこれで固定してきました。12345箇所かな。説明書には付属品として載ってないんだけど、これ10個ついてます。これきっと何かに使えるよね。これ何かに使えそうな気がするんだよな。まあこれは取っときましょう。一応ね今ねテーブルが完成しました。早速高さを変えてみたいと思います。おお、どこまで行くん。お、やべ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 。はい、ということで実際に2週間使ってみましたのでレビューしてみたいと思います。でね、2週間使った率直な感想としてはめちゃくちゃいいですね。立って作業することによって集中力が高められますし、あと腰にもすごくいいですね。ずっと座りながら作業するっていうのはね、なかなか腰に負担がかかりますんで、一度立って作業するとか、間に挟むことによってね、かなり体が楽になりました。で、具体的な機能なんですけど、まずね通常の昇降機能はもちろんなんですけど、このねメモリを4つセットできるっていう点が非常に大きいです。今現状では2つしか使ってないんですけど、あと2つね余裕があると思えばかなり使い勝手がいいものなんじゃないかなと思います。で、メモリを設定する方法も非常に簡単で、セットしたい高さに合わせた状態でメモリボタンを押してセットしたい番号を押すと。ただこれだけなので非常に簡単ですよね。それと地味に便利なのがアラーム機能がついてまして、最初音が鳴るアラームなのかなと思っていたら、これ振動するだけなんですね。このあたり実際に映像で見てみましょう。はい、それではねアラームのテストをしてみたいと思います。スマホのストップウォッチ機能を使って実際にアラームの時間と比べたいと思うんですけど、あとねアラームどんなアラームが鳴るのか、鳴るっていうよりこう振動するんだけどね、どんなアラームなのかお見せしたいと思います。アラームはこの一番右上ですね。これをポンと押すとちょっと見づらいかもしれないけど 0.5 のところがついたり消えたりしてるの分かりますかね。これで隣のボタンを押すと1時間にしたりとか2時間にしたりとか30分とか、ここでコントロールできますんで、今回はね30分にして、ストップウォッチと同時にオンにしていきたいと思います。よーいドン。今29分を経過したのでもう間もなくなると思います。はい、なりましたね。今ちょっとね止めるの遅かったけど5秒ぐらい誤差あるって感じですね。で、止めるときはこのオンオフボタン、セットした時のボタンですね、これを押すと止まります。音が鳴るかと思いきやブー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 と振動が鳴ってお知らせしてくれるので、この辺りもね夜間使う時とかは周りに迷惑がかからないので、これはこれでいいのかなと。時間の方もなかなか正確なのでこれで十分なのかなと思います。あと説明書にも書いてるんですけど、様々な設定がありまして、高さの上限を設定できたり、あと加減ですね、下どれだけ低くできるか、上の上限はこれで下限はこれだよっていう設定もできたりしますし、それと昇降モードの切り替えっていうことで、このメモリですね、4つのメモリに高さを登録できるんですけど、1番の設定した高さにしたい時に1番を押し続けることで1番の高さまで到達するようにするのか、それとも1番をポンって押しただけで勝手に1番まで進んでくれるのか、
これ2種類選べます。ちなみにデフォルトでは1番をポンって1回押しただけでその高さになるっていうのがデフォルトの設定になってますね。あとセンチ、インチの切り替え、日本人はセンチの方が分かりやすいのでセンチのままでいいかなと思いますけど、あとこの障害物検知機能の感度ですね。10キロで止まるようにするのか、15キロで止まるようにするのか、あと20キロで止まるようにするのか、この3種類切り替えられます。初期設定は10キロになってるはずです。あと子供のためのボタン、チャイルドロックがかけれます。とアラーム機能は先ほどの機能です。あともう1個ね、これ USB ついてるんですよ、横に。5V の 0.8A なんで、ちょっとした充電にしか使えない USB なんですけど、もしね手元に USB 環境足りないよ、携帯ぐらい充電したいよっていう方がいれば、ここで充電ができると。欲を言えばここ 5V2A だったら最高だったんだけど 0.8A ってあんまりないよね。それとこれは機能ではないんですけど、これ必ずやってください。説明書のステップ10にも書いてるんですけど、完了した後ですね、この下ボタンを5秒長押ししてリセット、初期リセットしてくださいと。でこの初期リセットをせずに使うと様々なトラブル発生しますので、まず必ずこのリセットをしてください。注意点って言ったらここぐらいですかね。一番低いテーブルの高さにして、なおかつ下ボタンを長押し5秒です。それでこの RST に見えないけど一応 T みたいです。 RST って表示されるので、もう一度下ボタンを5秒長押しすると。そうするとコントローラーにデスクの高さの数字が表示されるっていう感じになりますので、それでやっと本体のコントローラーの高さのメモリと実際の高さが一致するみたいな設定になってます。じゃあ実際に一致してるかっていうところなんだけど、天板のねやっぱり厚さによって、例えば70センチだったらどこを基準に70センチとするかによって全然考え方が変わってきますんで、天板の上なのか天板の下なのか、おそらくコントローラーに表示される高さの数値は天板2センチぐらい、これ2センチ以上の天板を取り付けてくださいっていうことになってるんですけど、多分ね2センチに合わせてるんじゃないかなっていう感じの高さの表示が出ます、ここにね。なので自分の場合も若干誤差がありますね。なんだけどそこまで気にならないかなとは思います。結局自分の高さ、周りの環境に合わせてコントロールするはずなので、そこまで影響はないのかなと思います。で、今回ね天板は 2.5mm の厚さのものを使ったんですけれども、見た目もうちょっと重厚感あるものにしたいとか、そういった場合はこれ3センチのものにした方がいいかなと思います。自分はね結構材料費ケチってパイン集成材の 25mm 厚の天板を載せているんですが、5mm の厚さでね全然テーブル天板って見た目が変わってきますんで、もしそういった見た目を気にする人であれば 30mm のものをおすすめします。それと作業途中にもありました配線カバーですね。この電動昇降テーブルの足は一応長さ 1m80 まで対応してるってことだったんで、今回ね天板 2m10 と言いつつ 2m15 で作ったんですけど、2m15 の天板を乗せるので足も目いっぱい広げて 1m80cm で設定したんですよね。そうすると配線カバーの長さが足りなくなるので、配線カバーを取り付けることができませんでした。で実際に長さを測ると20センチぐらいは狭くする必要があるのかなと思いますんで、1m60 以上の幅で足を組む際には配線カバーは取り付けられないと、そう思った方が無難です。ただ配線カバーを取り付けられないからといって別に特に支障があるわけでもないので、両面テープのタイプですけど配線タップもつけてくれますので、動作に支障はありません。ただし配線カバーをつける際にネジを使用するんですけれども、そのネジは止めないとダメですね。構造上配線カバーを取り付けるのと同時にレールの部分ですね、中の骨組みも同時に固定するような作りになっているので、両サイド4本ずつの計8本のネジですね、これは必ず配線カバーを取り付けない場合も、ネジは取り付けるようにしてください。注意点はそんな感じで、実際にレビューを見てみると、左右の高さがね違ってしまっていたとか、そういうレビューも見るんですけど、自分の場合は全くそんなことはなく、非常にスムーズに動作しますし、昇降のスピードも速いし静かだし、で検知機能もあるのでね、そういったね便利機能も一応ついてるので、もうはっきり言ってこれでいいんじゃないかなって思います。某有名メーカーのねフレキシスポット
結構ね価格差があるので、そのあたりはね、有名なものと、こっちと検討してみていいんじゃないかなと思います。とはいえこっちの、読み方わかんないけどメイドサイト、この電動昇降テーブルの方も5年保証ついてますんで、全然十分じゃないかなとは思ってます。なので今のところもう5つ星ですね。評価は満点上げてもいいです。本当に便利になった。もう早いかもしれないけど2023年買ってよかったランキング第1位ですね。今のところ暫定、そう言っても過言ではないぐらい本当にいい商品でした。強いて欠点を挙げるのであれば、やっぱり本体が重いので運ぶ時とか苦労しますね。で、組み立てる時はどうしようもないんですけど、この机を作ってしまった後ですね、このテーブルを動かしたい時とかは下に一応キャスターがつけれるような仕組みにはなってますので、アジャスターを取り外してキャスターをつけるんだっけな、その点も心配ないのかなと思います。で、今回紹介した商品は3段階のものなんですけど、この3段階の他に2段階っていうものもあります。3段階と2段階どう違うかっていうと、単純にこの昇降する幅が違います。3段階の方がより低くできるし、より高くできる。で、2段階の方が幅が狭くて、実用上はそんなに問題はなさそうなんだけど、低くできる高さが3段階より下がらない。で、上も3段階より上がらない。そんな感じの違いがありますんで、5000円ぐらい安いんですけどね、2段階の方が。なのでそのあたり検討する余地はありますけど、3段階にしてもタイムセール時だと3万円ちょっとぐらいで買えますので、2段階だと2万5、6千円、7千円、それぐらいになるのかな、それぐらいで買えますので、あと天板用意して組み立てて終わりと。それでこの電動昇降付きのテーブルを手に入れられるって思うとかなり安いよね。相当いいと思います。で、その他に色も2種類ありまして、今回ブラック選択しましたけど、ホワイトもありますので、天板でもうちょっとナチュラル系の天板にしたいっていうことであれば、ホワイトの方がお部屋にはねマッチしたりするかもしれませんので、総評は立って作業したい人にはめちゃくちゃいいです。マジでおすすめ、買った方がいいって思ってます。なんて言っても2023年度、買ってよかったランキング第1位だからね、暫定だけど。ということで非常におすすめです。それともう1点、作業小屋の作業テーブルをこの電動昇降テーブルにしたらどうなるんだっていうね、もしかしたら楽なんじゃないかなって密かに思ってます。今ここの環境を変えたばっかりなので、さすがにね3万円連発っていうのはちょっと厳しいので、すぐには実現できそうもないんですけど、いつかねちょっと試してみたいなって密かに思ってます。結構楽だと思わない？細かい作業する時は結構座ってやったりもしてるんだけど、立った状態でテーブルの高さを逆に上げて細かい作業を手元でできるようになったら結構楽なんじゃないかなって思ってるんですよね。で、これそんなに揺れないんですよ。これモニターが揺れてるぐらいでしょ今。土台がねがっしりしてるから重いから揺れないっていうのも当然あるんだけど、これはすごくいい点ですよね。なのでこれ作業台にも適してるんじゃないかなって思ってます。もし作業台の方で試してみたいっていう方がいれば、ちょっとチャレンジして、結果を教えてくれれば非常に嬉しいです。ただ一点懸念点は、自分のところはね結構寒冷地なので、この動作環境ですよね。作業小屋になると、常時ストーブをつけてるわけではないので結構寒くなるんですけど、寒いところでもちゃんと動いてくれるのかっていう心配はありますよね。このあたり説明書には書いてなかったんで、ちょっと試すには勇気がいるかなと思ってるんですけど、でもいつかやってみたいなと思います。こちらの商品ね、また概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。